2100年の世界でもエンジンの音は鳴り続けていると思いますか？ AI やデジタルが当たり前になった時代だからこそ、僕たちは結局ワクワクする体験を求めてしまうのかもしれません。見ていきましょう。今回はホンダスーパーワンをレビューしていきます。まずはね、なんといってもこのボディカラーですよ。かなり珍しい紫色のカラーになっています。正式にはブーストバイオレットパールということで、すごいね、いい意味で目立つ色になってるかなと思います。めちゃくちゃ奇抜ではあるんだけど、すごくね、ダサくない紫のね、カラーになってますね。ちょうどね、この赤の砂利とね、対比しててコントラストが美しく効いてます。ホンダさんのスーパーワンらしさ、注目されたいね、そんな人には紫色ありなんじゃないでしょうか。今回このブーストバイオレットパールというのが、今回のイメージカラーだそうなんですが、今回のボディカラーはモノトーンとツートーンカラーの2展開として、展開されていくそうですね。そしてグレードは1種類のみで、オプションはカラーのみで、その他は全て標準装備となっています。このね、標準装備もめちゃくちゃ魅力的なんで、後ほど詳しく見ていきましょう。そしてこの時点でお気づきの方がいるかもしれませんが、車好きなら見覚えあるんじゃないでしょうか。このね、デザイン。このホンダスーパーワンは1980年代に登場したシティターボ2をオマージュしてるそうなんですね。僕はあんまり詳しくないので、今回シティターボのミニカーを買ってみました。実際にこのミニカーと見比べていきたいんですけど、今回タイヤ周りのね、外側にちょっと膨らんでいるこのオーバーフェンダー部分が非常に似ています。これ前と後ろ両方なんですけど、これはですね、人間がこう足をね、開いた方が立つ時にもね、安定するように、車も幅が広い方が安定するんですね。なのでね、もう性能っていうのはもちろんだけど、走りをね、がっしりとね、楽しめそうな感じも見た目からしていますよね。で、あとはサイドスポイラーとかエアダクトにより空気抵抗というか、空気をね、効率よく流すことができて安定感につながるようになっているそうですね。なので高速道路とかでね、スピードを出してグッとね、走る時とかにも安定感がね、増していくと、そんな仕様になっています。でですね、この車のサイズ感なんですけど、これ軽自動車ではなく、なんとね、乗用車です。でも軽ではないんですけど、4人乗りのね、車になっています。ただ、このね、サイズ感結構良くて、都内とかでもね、めっちゃ走りやすい。言うてもコンパクトなサイズかなと感じています。本当に日本のね、東京とかでも都心部でもたくさん乗れるような、シティ乗りもね、楽しめるような、そんなね、サイズ感かなと感じています。で、タイヤの大きさで言うと、15インチのね、アルミホイールを採用されているといったサイズ感になっています。ということで、それではね、もう早速この車の中身ですよね、内装を見ていきましょう。ということでインテリア見ていきますよ。今回まずカラー青、黒、白のね、この3つの配色に EV 感というかね、ゲームっぽさも感じていて、めちゃくちゃかっこいい内装になっています。でこれね、実際に座ってみるとね、ホールド性がすごくて、なんか体全体がね、支えられる設計になってるんですよ。これ背中を囲ってくれるようなとこと、座面というかね、シート全体でね、こうお尻のところもキュッとしてくれる感じがあって、めちゃくちゃね、座り心地はいい感じになってます。でちなみにね、今めちゃくちゃ実は寒いんですけど、こういった日にシートヒーターもありますんで、ちゃんとね、冬場とかはあったかくして乗ることもできるので、これは前の席のみではあるんですけど、これはね、めちゃくちゃ嬉しいところになってます。でもちろんステアリングヒーター、ここもねあるのでね、手がかじかんでた今とかでもあったかく、ハンドルを握るだけでね、なんか回路っぽくなるので、こういったところはね、車でやっぱ大事なところだと感じています。でそしてこちらに9インチのね、大画面ディスプレイがあります。操作感もね、結構ヌルヌルだし、情報がね一発でいろいろサクサクね、調整できたりするようになってるので、これいいね。で嬉しいのが、これ Apple CarPlay 対応してるのでね、これをつなげてあげれば、これで CarPlay が iPhone と接続できる。こんな感じでカープレイができるので、これはね、めちゃくちゃいいっすよね。ミュージックとか音楽とか全部ここで管理できる。これはね、やっぱなんか一安心って感じです。で、そして次こっちに、USB-C ポートが2つあるので、携帯の充電であったりとか、基本的なことはね、できるようになっています。ということで、早速ね、走っていきたいと思うんですけど、まずね、今回の最大のポイントがブーストモードなんですよ。
ここにね紫色のボタンのこのブーストボタンっていうのがあるんですけど、このモードで通常の 1.5 倍のねパワーモードになります。でそれプラスで5つのねドライブモードも搭載されています。でさらにおもろいのが、このね画面にエンジンのね回転数をね示すようなメーターが表示されます。ガソリン車じゃないのに仮想メーターのようなね、そういった視覚体験もあるといったことになっています。なのでこういったギミックがあるからこそ EV もねありかなって思う人もねいるんじゃないかなと思います。じゃあそれでは早速見ていきましょう。いきますよ。おお、これブーストモードなんで踏み込むとよりね、一回踏み込むよ。おお、こんな感じで、はい。なんかね思ったよりねこれ小回り効くんやろな。なんか僕ホンダさんのねコンパクトカー結構乗ってたことがあるんですけど、あの感じにめっちゃ似てる。やっぱねこのサイズ感がちょっとちっちゃめなのが嬉しいこれでかいな。これ都内住宅地行けるぞ。おおわかるかな。ちょっと今拾えてないと思うけど、ブオーンっていうこの音が聞こえるわ。おお今の低音やばくない？これがね実は今回 BOSE のプレミアムサウンドシステムが搭載されてるから、このブオーンのまるでエンジン音みたいなものが再現されてるんですよ。これ楽しいよ。もうここでちょっと今物足りひんぐらいやけど、一回思いっきりバーン踏んでみたいんですけど、これいいわ。いやドライブ中の音楽ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。このね車内にこの BOSE のねスピーカーがいくつもあるので、めっちゃね綺麗な音質になってます。ちょっとねフリーミュージックにはなるんですけど、一回音楽再生してみるよ。低音やばい。マジで低音がえぐい。EV って結構静かなんでね、標準の走行モードで静かに走ってたらめちゃくちゃね静粛性とともに音楽をね楽しむことができるっていうのもやっぱ電気自動車の魅力ではあって、そこにねブーストモードでねこうちょっとドライブ感を足してみたりとか、結構いろんな楽しみ方はあると思います。でこの低音の理由ですよね。これマジでボンボン出てくるんですけど、これねなんと後ろにねサブウーファーがあります。これあんまさこのクラスの車では結構珍しいと思うんですけど、サブウーファーがね後ろに積まれてるんですよ。これでこの臨場感というか、迫力のある音楽と、そしてエンジンの音ですよね。仮想ではあるけどそういった音を演出することができると。いやこれはね結構ドライブ好きからしたらねほんま楽しめるところかなと感じますね。はい、ということで最後にですね、EV 車っていうのが、僕たちクリエイターにとってね、相性が結構いいんじゃないかっていうところ、僕自身 EV 乗ってる身なので、実体験をもとにねちょっといろいろとお話できればなと思うんですけれども、まずねやっぱり車があると機材のね運搬とか、本当にいろんなところに行けるっていうところすごく快適に、ね、なってきます。車があることでいろんなねロケ地に行くこともできるし、いろんなスタジオにも行くことができますよね。超過酷なね豪雪地帯とかっていうのは難しいかもしれないんですけど、なんといっても小回りがね効くので、いろんなねところに行く手段として非常にねこのサイズ感っていうのは僕はねぴったしだなというふうに感じました。でとはいえこのねサイズがじゃあ小さすぎるのかと言われたら全然そうではなくて、荷物は結構入るんですよ。小回りは効くし荷物も結構入るというのも、後部座席をほぼフラットにして、荷物をね普通の一般的な形で積んでいくっていうのもできますし、もしくは真ん中にね高さを確保するために、チップアップでね座席を後ろ側にね倒してあげることによって、三脚であったりとか高さがあるものを乗せることができると。この2通りのねパターンで積み込むことができたりするし、でしかもそれはシートをね左右両方じゃなくてどっちかだけっていうことのね選択もできたりするので、僕たち我々はね三脚を乗せるとかそういったところでね一番やりやすそうなんですけど、柔軟にね荷物を積むこともできます。であとはね被写体が増えるというところ、僕もね2,3年前ぐらいから車をね購入していろいろとどこか行くことが多いんですけど、被写体に困ったら車を撮れるというところもめちゃくちゃいいところです。写真も動画も両方とも絵にバリエーションがね増えるっていうところもあるし、結構車ってねほんとデザイナーさんも洗練されたねデザインを生み出しているものだと思うので、フロントのデザインリアのデザイン、車によっていろんな特徴とか個性があるじゃないですか。そういったものがまさに出てくるような車種でもあると思うので、この辺りも含めて楽しめるところなんじゃないかなと思います。であともう一つ面白いところが AC の外部給電機器によってコンセントとしてね、カメラとかに給電することも可能だったりします。これはフロントのところにねアダプターをかましてあげることによって、そこから一般的なねコンセントタイ
イプのものをなんと最大 1500W のね電力を供給できるということなんで、それこそドライヤーとかいけますから結構高負荷な、電力をね供給することができるので、万が一のね備えとしてもいいと思いますし、僕らは結構電力を普段から使うのでね、そういったところでも役に立つ、これは別売りのアダプターをね使っていただければこういったことができるので、ここはねやっぱり EV 車の魅力のうちかなと思います。で、あと価格とか維持費について、気になるところではあると思うんですけれども、価格については今のところね公式発表はないとのことなので、ここからね出てくる情報をぜひね興味ある方はチェックしてみてもらえたらと思います。で、あと EV 車といえば補助金っていうところもね出る可能性があるんですよ。ここもねちょっとこう地域であったりとか、その時の国のね制度によっても結構変わってくるので、ここもねいろいろとチェックしていただきたいなと思うんですけど、これ補助金出たら結構熱いですよね。EV 車はねこういったところもあるのはぜひね覚えておいてください。で、あと充電についてっていうところなんですけど、充電は標準的なね EV 用充電規格であるチャデモ規格にも対応しています。急速充電と普通充電、家からねコンセントを引っ張ってきてっていうこともね、両方できるようになってますので、一軒家の家とかで電力をね引っ張ってきて毎晩充電するっていったこともね可能だったりするし、満充電入れておけば片道ね100キロぐらいの、旅っていうのは余裕でね走れるぐらい持つというねとこになっているとのことなので、なので200キロ以上とかね超長距離をねめちゃくちゃ頻繁に走るとかじゃないっていう方にはすごくねいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとはね EV 車ってどうなのっていうところ、僕自身もね実際に乗ってますが、普通に使い勝手はめちゃくちゃいいですよ。こう運転のね体験もいいし、何より快適性がねめちゃくちゃあるなという感じ。特にスーパーワンはねほんと小回りが利くので、近所にね、買い物に行くとか通勤とかそういったところでも非常用途はねめちゃくちゃ良さそうです。で、充電スポットに関しては、特にね地方の方とかは不安要素があるかもしれませんが、でも地方の人って結構自宅充電のね環境を整えやすい可能性もね超都心部に比べたらねそういったところもあるかなとは思うので、自宅充電をねできるっていう方はそれでね全然問題ないと思うし、結構意外と充電スポットってね割と充実してきているかなと思うので、全員が全員ね、こうバッチリハマるっていうわけではないかもしれないんですけど、ご自身の環境に合う方はねぜひ検討していただいてもいいかなと思います。結局自宅充電ができればガソリンスタンド行くよりも、絶対楽なんでね、しかも節約にもなるので、ここはねやっぱ EV 車いいところもやっぱあるかなとは思います。そんなこのホンダスーパーワンは年内にね発売予定とのことですので、ぜひ興味ある方、そして、シティターボ2のような、今までいろんなねホンダさんの車を乗っていた方、懐かしさもねどこか感じることがあるかもしれないんですけど、興味ある方はねぜひ概要欄からチェックしてみてもらえたらなと思います。ということで本日はホンダスーパーワンのレビューをお届けしてきました。 EV かガソリンか、この議論はこれからも続いていくと思いますが、この車から感じたのはそこではなくて、走る楽しさをどう残していくかというような問いでした。オートバイや車で広く知られているホンダですが、実は船や航空機の分野にも挑戦を続けてきたブランドです。エンジンとともに歩んできた歴史があるからこそ、走ることの楽しさを大切にしてきました。そんなホンダは近年電動化という新しい時代に舵を切り始めています。変化を止めるのではなく、その中でワクワクする体験をどう残していくのか、これは僕たちクリエイターにとっても共通するテーマだと感じています。もしかしたら2100年を生きる若者がこの動画を見た時、昔の車は空を飛べないのかと笑われてしまうかもしれませんけどね。というわけで今回の動画はここまでです。車を検討している家族や友人がいたらこの動画をぜひシェアしてあげてください。というわけで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。